ブラッディ・メアリー、血まみれのメアリー。短い治世の中で大勢のプロテスタントを処刑したとして恐ろしげな異名をつけられてしまったイギリス女王メアリー一世。父ヘンリー8世、母キャサリン・オブ・アラゴンとの間に生まれ、王位継承権を持つ初めてのプリンセスとして幸せな人生を送るはずだった。ところがヘンリーは男子の世継ぎを強く望み、強引にキャサリンとの結婚を解消し、メアリーは諸子の身分に落とされ、辛い少女時代を過ごすことに。過酷な少女時代を乗り越え、37歳でイングランド初の女王となったメアリーは、カトリックの復権と王統の安定を目指し、スペイン王太子フェリペと結婚。今度こそ幸せを手にしたかと思われたが、このチャンネルでは少し変わった歴史をご紹介していきます。よかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。1554年7月25日、フェリペと結婚したメアリーは、イングランドのローマカトリック教会復帰へ向け、本格的に動き出します。まずは、ヘンリーの宗教改革に反対し、反逆罪でイングランドを追放されていたポール枢機卿を帰国させます。帰国したポールは、議会により反逆罪と追放が撤回され、権力を回復。議会に出席した彼は、メアリーこそ真の信仰を取り戻した定説な女王であると演説し、拍手喝采を浴びました。こうしてイングランドは正式にローマカトリック教会への復帰を果たしたのです。長年の悲願を達成したメアリーに嬉しい知らせが続きます。結婚から約2ヶ月後、妊娠の兆候が現れたのです。女王妊娠の知らせにフェリペはもちろん、義父であるカール5世も大喜び。メアリーに後継者が生まれるかどうかは、その後の国家運営や宗教問題にとっても最重要事項でした。徐々にお腹が膨らみ始め、胎動も感じるようになり、メアリーの人生において最も幸福な時間だったかもしれません。同じ頃、メアリーは中世の異端法を復活させます。背景には、ワイヤットの乱をはじめとした度重なるプロテスタント派の放棄による国内の治安悪化がありました。この異端法はスペインのような異端審問制度ではありません。異端審問制度は異端審問書を設け、異端の疑いをかけられた者たちを捕らえ、拷問し、自白を強要し、他の異端者の名前を挙げさせるという冤罪量産型システムです。メアリーが復活させた異端法では、このような拷問や自白の強要は行われませんでした。しかし、これが後に彼女がブラッディ・メアリーと呼ばれる原因になったことは言うまでもありません。異端法による有罪者は生きたまま家刑に処されることになっていました。当初、メアリーが想定していた主な対象は誤った教えで民衆を惑わすプロテスタントの司祭、説教者たちでした。こうした指導者層に対して正当な理由に基づく裁きを行うことで、民衆にプロテスタントが誤った教えであることを示そうとしていたと考えられています。最初の犠牲者はセントポール寺院の高位聖職者だったジョン・ロジャーズです。ロジャーズにはプロテスタントの信仰を捨てれば恩赦を与えるという条件が提示されましたが、彼はこれを断り家刑に処されました。これを皮切りに各地で異端の罪で有罪を宣告された者たちが処刑されていくことになります。彼女にとってカトリックの教えを否定する異端が決して許容できるものでなかったことは事実でしょう。しかし、個別の裁判や判決にメアリーが直接関与していたわけではなく、彼女はむしろ処刑の過激化を懸念していたと言われています。実際にメアリーが誤った教えで民衆を惑わす者には公正な裁きが必要です。しかし、処罰そのものは激情や残酷さによるものであってはなりません。と訴えていた記録が残っています。異端裁判の運用権は地方教会に属しており、メアリーは
直接処刑を命じる立場にはなかったのです。また、異端者たちは多くの場合、プロテスタントの信仰を捨てると誓えば恩赦を与えられました。ただ一つの例外は、元カンタベリー大司教であったトマス・クランマーの処刑です。クランマーはヘンリーのローマ教会からの離脱を積極的に支援し、メアリーの母キャサリンとの結婚無効を宣言し、さらにアン・ブーリンとの結婚式を執り行った張本人でした。クランマーは裁判中に何度も信仰の撤回を申し出ましたが、メアリーが恩赦を与えることはありませんでした。クランマーは結局、家計の直前になって信仰の撤回自体を撤回しています。そしてこの後異端法は彼女の意図とは異なる形で運用され始め、多くの一般大衆が異端者として処刑されていくこととなります。その多くは農業従事者や職人で、個人的な対立や地域論争の結果、異端者として通報された者たちであったのです。1555年4月30日明け方、町中の教会の鐘が鳴り、メアリーの出産を知らせました。王子が生まれたとの知らせが各国を駆け巡り、お祝いムードに包まれたのもつかの間、出産は誤報だったのです。それから1ヶ月ほどが経過し、出産予定日を過ぎても子供が生まれる気配は全くありません。メアリーは陣痛が始まるよう泣きながら神に祈ったといいます。しかしメアリーの妊娠は想像妊娠だったのです。この時のメアリーの悲しみはその後生涯にわたって消えることはありませんでした。フェリペは父カール5世からネーデルラントへ呼び出されていましたが、メアリーの出産まで出発を遅らせていました。カトリックへの復帰が無事完了し、想像妊娠が発覚したことで彼はイングランドを去っていきました。結婚、念願だったカトリック教会への復帰、待望の妊娠、すべてが順調に回り始めたかと思われたメアリーの人生は、ここから再び暗転していくことになります。想像妊娠による心の傷と夫フェリペの不在はメアリーの心と体を確実に蝕んでいきました。異端法は彼女の意図とは異なる形で過激化し、結果として300人近い人々が家刑に処せられることになりました。彼女が処刑を煽ったという通説は現在では否定されているものの、異端法の復活を承認したのは彼女自身であり、その点で責任は重いと言わざるを得ないでしょう。さらに変動するヨーロッパ情勢、妹エリザベスとの複雑な関係、国内にくすぶる宗教対立、すべてが複雑に絡み合い、ついにブラッディ・メアリーが誕生することになるのです。このチャンネルでは少し変わった歴史をご紹介していきます。チャンネル登録して次回もぜひ見てくださいね。